はい、ということでね、今からご飯作ろうと思うんですけども、現在の時刻は7時ですね。なんだかんだでね、いい時間になりました。で、もうね、今日最終日にしようと思うんですけども、今日はね、結構食材残ってるんですよね。ですので、ちょっと並べてみます。はい、食材としてはね、こんな感じですね。さっき買ってきたひき肉とか、あとね、今まで買い試してた食材あるんですけども、もうね、これらをいろいろ作ろうと思うんですよね。で、ちょっとね、僕気がついたんですけどもね、これ、南京がね、ちょっと要所要所でかびててから、南京ってね、こんなに足早かったっけって思ったんですけども、まあもう仕方がないんでね、今日晩はこれをちょっと食べようと思います。で、レシピを考えてみたんですけども、豚ミンチがあるんで、南京とミンチの煮物が1品。で、それから茶碗蒸しですね。うどんの入った茶碗蒸しを作ります。これ2品目。で、ミンチ肉余るんで、これでね、肉詰めピーマン作りましょう。はい、OK ですね。ということでね、ちょっとどの順番で作るのがいいだろうかな。とりあえず茶碗蒸しから作ります。はい、準備します。すいません。取れてませんでした。今ね、具を入れてから卵を入れて振りました。はい。で、これをね、炊飯器で蒸そうと思うんですけども、うどん一玉入れたらね、もう蒸気が上がってこなくなると思うんで、うどんをね、4分の1だけ入れます。こんだけですね。ちょっぴりですけど。はい、4分の1でちょうどでしたね。はい。で、これをもうね、根元の方で縛ります。よいしょ。はい、これで OK ですね。蒸気上がってきます、これで。で、これをね、蒸す下側で南京を煮ようと思うんで、今ね、南京、かびてる部分だけトリミングしました。で、もうこれを入れて、水は 100cc ぐらいでいいですかね、これぐらいだったら。はい。あ、でも蒸すからな。もうちょびっとだけ。よし。はい。で、ついでなんでね、玉ねぎもちょっと入れましょう。入れたらね、甘くなるんで、僕は玉ねぎ好きなんでね、たくさんじゃなくて少しめにします。よいしょ。よいしょ。はい、適当で入れておきます。で、乗せて、はい。で、蒸し物をするんで、蒸しにして開始です。 OK で、この中にね、ひき肉をちょっと炒めておきます。で、お肉炒めます。今回ね、南京の量が少ないんで肉も少なめにしましょう。 OK で、あと油少々。 OK。 こうやってね、焼いてうまみをね閉じ込めます。よいしょ。もうこんなもんでいいでしょう。はい、 OK。 本当はね、鶏ミンチ使うんですけども、豚ミンチでもいいでしょう。で、これはね、もうこちらにかわしておいて、はい、後で炊飯器入れます。で、次はね、こちら豚肉ミンチ余ってるんで、この分でね、肉詰めピーマン作ります。よし。で、お次はね、こちらをちょっと先にやりましょうかね。はい、塩コショウ振って、もうね、パンがないもんね。俺だってパン食べちゃったもんな。うん。で、もみもみします。はい、溢れてこないようにね、気をつけながらもみもみします。で、忘れてました。前回ね、買ったこのパン粉がね、あったんでね、これちょっと入れて混ぜましょう。混ぜるんですけども、ちょっとだけこっちお肉残しておきます。これぐらいかな。はい。で、こちらにパン粉。で、これをね、本当はね、卵入れた方がいいな。どうしようかな。卵入れてもうかさ増ししよっかな。うん。はい、卵入れましょう。ハンバーグっぽくします。よいしょ。で、これでしっかり混ぜて揉んで OK。 ちょっと柔らかいけど OK です。で、いくつ分あるだろう。1、2、4つ分ぐらいあるな。で、これにね、内側にちょっと小麦粉を少し振ります。こうしたらね、肉離れが悪くなるんで、くっつきやすくなるんで、ちょっと振ります。適当に。で、これをよいしょ。こんな感じでしっかり詰めていきます。おー、上手上手。はい、こうですね。はい、ということでね、完成です。上手できました。ちょっとね、スプーン汚れてますね。はい、 OK。 じゃあね、もう並べて、よいしょ、油を敷いて、焼きましょう。こっちもできました。よし、気になるこちらの仕上がりですけども、はい。茶碗蒸しできてますね。これは絶対に。よし、いい感じです。茶碗蒸しは OK で、かぼちゃの方も上手に煮えてますね。 OK です。はい。
で、もうね、ちょっとこんなに煮えると思わなかったんでね、早すぎですね。ちょっとね、こちら、まずは味付けをして一煮立ちさせましょう。まず、お肉全部。よいしょ。はい、ということでね、味付けいきましょう。まず、和風だし。ちょっぴり。で、醤油。スプーン1杯でいいでしょう、多分。料理酒。1杯。生姜。少々。で、問題なのがね、砂糖なんですけども、今回ね、砂糖の在庫、ジャムで使い切っちゃったんで、こっちから取りましょう。UCC からいただきます。一応1個でいいと思います。で、これでね、いけると思うんで、これね、ちょっと煮ます。はい。少しね、沸騰させるだけです。よし、で、お次はね、こちらをひっくり返しましょう。おー。いい色ですね。うん。OK。で、あとはね、じっくり、また火通していきます。いい匂いしてきたんで、少し舐めてみましょう。ちなみにこれはね、ちゃんときれいに拭きました。お、美味しい。よし、OK ですね。じゃあね、この分に、よいしょ。ちょっとね、まずは、中の具だけ取ります。で、これにね、とろみをつけます。これの出番ですね。水溶きのいらない片栗粉。これをね、どれぐらいだろう。結構しっかり振ってるんですけどね、なかなかとろみがつかないな。よいしょ。はい、できました。とろみがつきました。そしたら最後にね、これをかけて完成です。よいしょ。はい、できました。で、こちらは振り返してみますと、おお、ああ、上手にできた。おお、素晴らしい。よかった。よし、完成ですね。ということでね、あっという間に3品できましたんで、もうね、早速いただきたいと思います。はい、じゃあね、いただきます。まずはね、おつせのかぼちゃとひき肉の煮物から、果たしてお味は。完璧です。めちゃくちゃ美味しくできてる。すべてのね、分量が完璧ですね、これは。すごい美味しい。で、お次はね、肉詰めピーマンいってみましょう。ソースをかけて、いただきます。これもめちゃくちゃ完璧できてます。正直ね、ちょっとパン粉が多すぎたかもしれません。肉汁をね、パン粉が吸ってしまってから、なんか別なものになってますね、これは。でもね、美味しいです。で、皆さん気になってるね、茶碗蒸しですけども、はい、こんな感じですね。もうプルンプルンです。果たしてお味は？バッチリです。めちゃくちゃ美味しくできてます。もう完璧に茶碗蒸しです。ちなみにね、特に酢はありませんね。綺麗に仕上がってます。で、中にいたうどんのお味は？文句なしです。はい。ということでね、本気でいただきます。たまりません。最高です。今回ね、この料理が、3品でからもう1時間かからなかったですね。撮影しながらっていうのはね、ちょっとどうしても時間かかるんですけども、でもね、あっという間にできました。やっぱしね、炊飯器で2品作ったのが早かったですね。余り物の食材でね、ここまでのものを作り上げました。やっぱりパン粉多かったです。でも美味しい。はい。ということでね、今日もね、ちょっと何かわからないものを見ながら、ゆっくりしたいと思います。Don't look up。ここだけの話ね、めちゃくちゃ美味しいです。ちなみにね、今日の料理全部合わせてね、なんぼだろう。お肉は200円だったんで、全部含めてもね、500円いってないです。500円以内で3品作りました。はい。ということでね、ちょっとゆっくりします。今風でめちゃめちゃ揺れてます、車が。僕じゃないです、これ揺らしてるの。外はね、もう暴風雨です。3匹の子豚です。はい。ということでね、全部食べて完食です。ごちそうさまでした。で、実はね、もうかなり遅い時間で、1時半ぐらいなんで、
もう休もうと思います。その前にね、ちょっとお手洗いだけ行きましょう。ちなみにね、完璧な調理だったんで、フライパンも、紙皿も、この分もね、全部どれも汚れてませんでした。よいしょ。よいしょ。すごい風。フェリーですね、あれ。すごい。よし、行ってきます。よし。帰りましょう。台風並みのね、風が吹いてます。よいしょい。はい、寒い。よし、じゃあね、暖かい格好して休みましょう。はい、ということでね、お風呂に入ったんで、もう休みます。多分ね、明日は雪積もってないと思います。それじゃあね、おやすみなさい。おはようございます。現在の時刻はね、7時ちょうどぐらいで、車内の気温は5度です。昨晩はね、お布団の中に潜って寝たら、すごくぐっすり眠りました。で、外はね、もうめちゃくちゃ今風が吹いてて、景色を眺めるような状況ではないんですけども、ちょっと地図を見てましたらね、昨晩寝たこちらの場所よりも、こっちの方にもね、なんか、駐車場があるみたいで、ここにもね、トイレとかあってから、なんか海が見えるような場所ではあるんで、ちょっとね、朝一番ですけども、こっちの方に移動してみたいと思います。パッと片付けていきます。よし。水、こんだけ取れました。たっぷりですね。よし。じゃあね、行きましょう。はい。一晩、ありがとうございました。よいしょ。もうすぐ目の前です。ちなみにね、こちらがフェリー乗り場です。すっごいフェリーでかい。こちらがいいですね。ここにね、止めさせてもらいましょう。はい。OK ですね。止めさせていただきました。さっきまでね、向こうの海はバッシャンバッシャンだったのにから、こっちの海はすごい穏やかですね。すごい。ちなみにね、こんな感じで止めさせてもらいました。少しね、前が傾斜してますね。ですんでね、僕はまっすぐじゃないと寝られないんで、ここで寝るときにはね、カースロープが必要だったみたいですね。はい。とりあえずね、まずちょっと、車内でね、いろいろごそごそしましょう。はい。ということでね、朝なんで UCC コーヒーを飲もうと思うんですけども、もうついでにね、残ってる食材でね、もう焼きうどんっていうのをね、作っておきたいと思います。ちなみにね、朝一番でお腹そこまで空いてないんで、これは帰りのね、お弁当みたいな感じにしようと思います。どうせ作るんだという過去でね、一緒に作ります。で、ちなみにね、今回こちらの食材が余ってるんですけども、これはね、もう家で作ります。はい。まだ賞味期間もバッチリです。よし、もうということでね、パッと簡単に作っていきましょう。焼きうどんにピーマンって思うかもしれませんけどもね、美味しいと思います。玉ねぎね、物が大きいんで6分の1ぐらいにします。はい、準備完了。OK。よし。ということでね、秘伝の味を作っていきましょう。まずはお肉。昨日ミンチにした分がね、これ固まったしもだかもしれん。ミンチ肉をほぐしましょう。手で触ったらね、汚いと思われるかもしれませんが、手ちゃんとね、拭いてますんで、ご安心ください。よし。僕ね、この段階で塩コショウを振る方が好きなんで、よいしょ。はい、うどんにね、水をちょい足し。これで揉んだらね、うどんがほぐれて、中でね、ほぐしやすくなります。さらに。最後にね、醤油入れます。これぐらい。はい。いい匂いしてきましたね。僕の大好きな和風焼きうどんです。はい、どうでしょう。美味しくできました。OK ですね。完成です。よし。ということでね、こちらはね、熱々すぎるんで、少し冷ましましょう。よし。これぐらい。で、お湯が沸くのを待つ間にね、お皿に取っておきましょう。こうですね。はい、こんな感じでこっちに移して、よいしょ。はい、袋を閉じればね、これで、もう持ち運びできるんで、サービスエリアとかにね、寄った時にそこでちょっとパッとね、いただけることができるんで、これはこれで OK です。
はい。ちなみにね、玉ねぎ、こんだけ残りました。完璧にね、使い切れませんでした。まだまだ未熟ですね。こちらはね、家に帰っていただきます。よし。完成ですね。で、せっかくね、車移動してきたのにから、車内で飲むのももったいないんでね、向こうにね、海辺の展望台があるんで、そちらに行ってね、いただきましょう。移動します。行きましょう。なんかね、急に吹雪いてきました。風が強い。めちゃくちゃ強い。うわー。わ、ここすごい。なんか魚いるぞ、ここ。そことか。わー。あ、寒い。ちょっといただきます。美味しい。ここ何なんでしょうね。なんか、人が入ってるけどなってますね、あれ。見たら。行ってみましょう。ここ、なんでこんなことになってるのか分かりませんけども、これ、なんだろう。子供とか遊ばしてあげれるような場所なのかな。よし。ということでね、ちょっともう寒いんで、車戻ります。よいしょ。よいしょい。ということでね、全部飲んで完飲です。美味しかったです。ごちそうさまでした。で、なんだかんだしてたらね、もう8時ですね。で、ちょっとね、車内ごちゃごちゃしてるんで、移動できるようにパッと片付けしたいと思います。はい。ということでね、片付け終了です。食べ立ての準備はね、整いました。で、今回の旅なんですけども、僕本当は福井県から石川県に登ってね、ずっと石川県の端っこまで行こうと最初は思ってたんですけども、そこまで行ったらね、帰るのにものすごい時間がかかってから、東京岡山間と変わらないぐらい時間かかるんですよね。で、雪の状況とかね、いろいろ見てたら、福井県をね、一周ぐるっと回らせてもらう方が良さそうだったんで、今回はね、旅を急遽福井県一周に変えさせてもらったんですけども、本当にね、いい土地ですごく来てよかったです。最高でした。で、福井県の雪は今夜もね、まだまだ降るそうではあるんですけども、そこまでね、積もるような雪ではなさそうなのと、僕もね、ちょっとそろそろ家に帰らないと、いろいろとやり残してきてることがあるんで、もうね、今日はこれからもう帰路に着きたいと思います。で、結局、僕は今回の旅でね、どこの宿泊施設でも車中泊をせず、どこでもゴミをせず、どこでも充電しなかったんですけども、今回出たゴミはね、全部でこんな感じで、もう袋パンパンのいっぱいになりました。これで、何泊分になるんだろう。4泊分かななんですけども、すごくね、たくさん出ました。でもこれはね、家に持って帰って処分しようと思います。で、あと、缶類はこんな感じで、ガスボンベが6缶に、ビールの缶が6缶ぐらいですかね。だから、1泊あたりガス缶2本ずつ消費してるっていう格好ですかね。はい。で、電源に関しましては、そこの壁際に置いてる電源は、天井のソーラーパネルで、晴れた時に充電しながら回ったんですけども、電池残量はね、こんな感じで2メモリ残ってます。1泊1メモリぐらい使ったかなという格好ではあるんですけども、炊飯器はね、ポットで料理したんですけども、料理しなかったらね、多分あと3メモリは残ってたと思います。で、ここね、お尻の下に敷いてる AC200 なんですけども、料理をバンバンに使って走行充電しながらしてたんですけども、電池残量は 25% でした。ですんで、もう1泊ぐらいは電源のない場所でこの車でね、車中泊をしても全然過ごせる量ではありました。はい。で、ちなみにね、布団に関してなんですけども、こちらもね、もう両方ともあったかくてから、寝袋使わなくてもマイナス6度の中でね、あったかく眠れたんで、これもね、すごく良かったです。ですんでね、7万だけで旅をしても全然疲れることはないんですけども、さっきも言ったようにね、ちょっとそろそろ帰らないとね、いろいろとやばいんで、名残惜しいんですけども、そろそろね、旅を終えて帰路に着きたいと思います。はい。こんな感じですかね。ということで、今回この辺でご視聴ありがとうございました。帰ります。よし、帰りましょう。はい。福井県の皆さん、ありがとうございました。よいしょ。レギュラー満タンで、こちらね、来た時に寄った S さんですね。はい、26リッターね、燃料入って、燃費がね、12.46 ぐらいでした。じゃあね、行きましょう。はい、今ちょっと僕道を間違えてね、琵琶湖の東側の方、名古屋の方に入るような道を通ってるんですけども、ここめちゃくちゃ雪積もってますね。
高速道路がねすごい大渋滞です。こっちはこんなに降ってたんですね。この雪だったらねすごい積もるんですけどもね、すごい雪。この辺で車中泊したいな。でもね、もう一泊するちょっと時間的な余裕がないんで仕方がないな。したいな。でもよいしょ、ちょっとね休憩、トイレ休憩、よいしょ。はいよっと。そうか、昨日の成果がこっちの方だったんか。はい、ということでね、トイレから帰ってきたんですけども、ちょっとね調べ物しましょう。この辺雪が降るのかどうかちょっと見てみたいと思います。調べてみたらこの雪ももうここでね止むみたいなんで、昨晩すごい降ったみたいなんですけども、今日はねもうこれから降らないみたいなんで、もう行きましょう。出発です。お疲れ。